終鉄の姿勢、 YouTube なんかを見ていても窮屈で動きにくい姿勢だなって思われると思うんですけれども、実際の自由な動きの中でその姿勢を保つことができるのか、この質問とってもよく受けます。特にね、スポーツとか格闘技とかに、早く身体操作を活かしたいなっていう思っている方はとてもね、この辺は焦っちゃうと思うんですけれども、それについて解説していこうかと思います。まず結論を言うと、この練習でやっている窮屈な姿勢というのは、例えば組手とか、スポーツでもいいですけど、動くときにこれをキープしようとかそういうことは一切考えないです。そんなことしてたらね、全然動けなくなるので疲れますし、実際に動くときはもう自由に動きます。ただし自由にリラックスして動いたときに終鉄の姿勢の強さが残るかどうかっていうのは、基本の出来具合によって全然変わってきます。基本がしっかりできていないうちは、動いたら当然その姿勢の強さっていうのは全く生かされないので、この終鉄の姿勢を取り入れるっていうことには全く行き着かないことになります。動きながらも姿勢の強さが生きるっていうのはどういうことかというと、体にね、何かしらの反発があったりとか力を発しようとするときに、自然にそういう体の運用ができるようになってないと、この自由な動きには活かせません。基本がどれぐらい寝れているか、それによって変わってくるということです。じゃあその基本っていうのはどういうものかというと、あくまで止まった状態で姿勢の強さが作れるか、もしくはゆっくり動いた時に姿勢の強さが作れているか、肩でもそうですね、ゆっくりとした動きの中で肩の強さが作れているか。実はこれが一番難しいんですね。体の中奥深くを最大限活用して姿勢と呼吸の力を使ってポテンシャルを強める体の運用っていうのは、かなり特殊な身体操作なんです。自由自在にその状態にできるっていうのはかなり難しいものなんですね。止まった時ぐらい強い姿勢作れるよって思うかもしれないですけど、ここに稽古会のみんなも本当に苦労しています。ただ立って丁寧にじっくりと強い姿勢を作るだけなんですけども、これをチェックしていくと、その日によってできてたりできてなかったり、稽古の前半は全然抜けていたり後半にはできてて、こういうのをずっと繰り返していくんですね。一度できたから次からずっとできるっていうようなものでもないです。なぜそうなのかというと、体の運用をですね、コントロールまだまだできてないということなんですね。コントロールできるっていうのは、動かしたい部分を自在に動かせるっていう段階です。ここに至るにはかなり、修練が必要です。普段、我々が意識して動かせている筋肉ではなくてですね、知らないうちに動いている筋肉とかそういうものを呼び起こすっていう練習なので、思い通りに動かせてないんですね。自由自在に動かせるようになるには、まず、ピタッと止まった姿勢でいつでも強い状態が作れる。でそれができてから、動いていくっていうことになっていくんですけども、そうするとね、ものすごく途方もない作業のように思いますけど、この止まった状態で自由自在に姿勢を作るっていうのが、ここがね実は一番難しいので、ここをクリアしていけば、あとはですね、少しずつ動きを伴っていくっていうのも意外とできるようになっていったりします。しかしまだ最初のうちはこれを全身を使って体全体で緊張して作っていくっていう段階、実は必要なのはこの部分の奥の方ですね。ここだけなので、それ以外は股関節から下とか胸骨から上っていうのはむしろリラックスしていかないといけない。中心部だけがしっかりと決まっていて、それ以外はリラックスしていく、もうゆるゆるな状態、これを、自由自在に今度作れるようにすると。そうすると、自然と膝の力とかが抜けてきますし、拳のとか肩の力も抜けてきますので、一見ね強い姿勢を作っていないように、リラックスして動いているように見えますけど、芯だけがピシッと決まっている状態になるということですね。こうやって動けるようになってくると、だんだん動きの中でそんなに
無理に体の中を締めなくても、全体的にリラックスしておいても、何か力をね発する場面とかドンって相手とぶつかった時には自然と今度そこが締まるようにっていう風になってきますので、そうなってくるとね、あまり意識をしなくても自分の感覚としてはこうリラックスしてるつもりでもパンって打ったらドーンと響く威力が出るようになったりという風になります。リラックスしていても全身がゆるゆるではなくて、自然と体がまとまっちゃう状態っていうんですかね、そういう風になってくるので、今日お話ししている内容としては、周哲のすごく不自然な姿勢で実際にこう動くことができるのかっていうことの答えに関して言うと、動けるようじゃないとあんまりね使い物にならないことになってしまいます。そのためには基本の連動がかなり重要になってきますので、基本あっての応用だっていうことを意識して皆さんもトレーニングに励んでください。以上です。